はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはウマレックスグロックエアソフトのグロック 18C になります。はい、この銃もですね、私の銃ではなくて、いつもお借りしているワトさんの銃になります。いつもありがとうございます。私東京マルイのですねグロック 18C は、持っているんですけれども、やはりグロック 18C といえばですね、フルオートの凄まじさが特徴で、そのフルオートがですねこのメタルスライダーになると、どんな感じになるのかなというのが、非常に興味を持っていました。とにかくですね、一度でもいいから、試射してみたいと思ったところにですね、今回お借りできて非常に嬉しく思っています。はい、手にした印象ですけれども、まずですね、これ50連マガジンがですね標準装備されているというのが、このグロックエアソフトのですねグロック 18C の特徴なのかなというふうに思います。東京マルイのですね50連マガジン、こちらも出ているんですが、私はそちら持っていないんですね。というのも、50連のマガジンでですね、フルオートを撃ち続けるとですね、スライドですね、こちらの破損が東京マルイの場合はですね、かなり起きてしまうんじゃないかということも思っていて、あえて購入していませんでした。今回ですねこのウマレックスのですねグロック 18C は、メタルスライドというところもあって、ある意味ですね、フルオートを打ってもですね安心感があるのかなというふうに感じます。あとですねジェネレーション5からですね、角とか取れたデザインになっているかと思うんですけれども、やはりそれ以前のグロックということもあって、やはり四角いという印象が特徴です。あとですね、ちょっと東京マルイのに見慣れてるからかもしれないですが、全体的にちょっとスリムに感じました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますけれども、こちらは 9mm 口径の形状になります。あと中にですねインナーバレルがちょっと見えるかと思いますが、こちらインナーバレル黒になっていて目立たない構造になっています。はい、フロントサイトにはホワイトのドット、リアサイトはこの字型のですねホワイトが入っています。はい、スライド左側のですね刻印はこの通りになります。あとですねスライド自身はですねちょっとざらつきがあるような感触があります。はい、フレーム下部にはですねこの独特なアンダーレールがあります。はい、フレーム下部にはですねシリアルナンバープレートもあります。こちら東京マルイだとこちらがセーフティーになってますが、このシリアルナンバープレートは動きません。はい、トリガーはですねグロック独特のですねトリガーセーフティーがある形状です。こちらトリガーはですねスライドを引くと、はい、この通りですね前に出るようになっています。はい、グリップはですねこの左右にステップリングと前後にですねチェッカリングがあってグリップ力はあると思います。東京マルイのグロックよりですねこのステップリングはちょっと粗い感じがします。はい、グリップ前方にはですねジェネレーション3なのでフィンガーチャネルもあります。はい、セレクターがですねスライド左後方にございます。はい、この上がですねセミで下がフルオートの切り替えが可能です。このセレクター自体はですね金属製になります。はい、右側の刻印はこの通りになります。チャンバーの内部にですね刻印は入っています。はい、このエキストラクターですが別パーツで存在しています。はい、スライド上部にはですねグロック 18C 独特のですねコンペンセーターの大きな穴が開いているのと、あとマグナポートの開いたアウターバレル、こちらが見えるかと思います。はい、スライド後方ですが、こちら軽量化のため肉抜きがされていると思うんですけれど、こちら手前がですね東京マルイのなので、それと比較するとですねかなり浅めなのかなというふうに思います。はい、マガジンはこちらの50連マガジンが標準装備になります。このマガジンはですねちょっと試しに東京マルイのに入るかどうか試しますね。はい、東京マルイのグロック 18C にも入りますね。ちょっと打てるか試してみましょう。空打ちです。打てますね。
ちら打てますね。はい。でこれがウマレックスのですね、通常のマガジンになります。これも入りますね。東京丸に入りますね。はい、一応打つことは可能です。逆にこれ東京丸井のマガジンです。これをウマレックスのブロックに一応入りました。あれセミなんですが打てるんですけど、セミもフルオートになってしまいますね。なのでウマレックスのグロック18には東京丸井のマガジンは入りますがフルオートになってしまうと。逆に東京丸井の方のグロック18にはこのウマレックスのマガジンは普通に打てるというふうにのが分かりました。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。はい。グロックの通常分解ですね。もうすでにお分かりだと思いますが、このレバーを左右下げて前に引き出せばまず分割できます。ハンマーはスチールですね。これがトリガーもスチールですね。はい、やはり VFC らしくですね、スチール製品がハンマー周りは多いですね。はい、これがリコイルスプリングとアウターバレルですね。はい、こちらがアウターバレルとインナーバレル。アウターバレルとインナーバレルは簡単に取れますね。でこちらが先ほど言った通り黒のインナーバレルなんですね。はい、このアウターバレルインナーバレルは、金属ですけどスチールではありません。はい、リコイルスプリングは、スチールですね。ただリコイルスプリングガイドですね、これは樹脂ですね。はい、あとですね、これが機関部シリンダーですね。で気になるのがですね、ここですね、スライドストップ、これがやはりですねスライドに直接かかってるんですね。なのでこれ見てお分かりの通りちょっと欠けてきてますね。なので別の金属パーツに引っかかるとかじゃなくてここに直接かかってるんだと思います。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、やはりですねメタルスライドによるフルオート、これはですねリコイルが凄まじく圧巻の一言ですね。逆にですねやはり制御して打つっていうのは非常に難しいのかなというふうにも感じました。やっぱりこの50連マガジンでですねフルオートを打つというのはですね、実写はやみつきになるというのが率直な感想です。逆にですねセミオートはですね、非常に打ちやすいんじゃないかなというふうにも感じました。あとですね東京丸井のとちょっと比較して分かったんですけれども、やはりフレームの大きさがちょっと違うんですね。でこれ東京丸井ですけれど分かりますかね。はい、このフレーム違いますよね、高さがね。で多分スライドは若干大きいのかな。このフレームがかなりですね下の方に出てる。なのでちょっと縦長っていうかですね、お分かりいただけますかね。はい、なので、さっきスリムに感じたっていうのはですね、こういったところからちょっと感じたのかなというふうに思いました。なので、東京丸いのはちょっと大きめに作ってるって聞いたことがあるので、このウマレックスのグロックは
実順にもしかしたら近いのかなというふうに思います。あとですね、これはワトさんからお聞きした情報ですけれども、このロングマガジンですね、これ相当なんか温めたらですね、このテーブが、これ開けるとネジで止まってるらしいんですけど、このネジごとですねテーブが吹き飛んだといったことがあったそうです。なので、マガジンの、温めすぎには注意した方がいいというのを情報としていただいております。あと気になる部分はやはりスライドストップがですね、先ほど直接スライドにかかっていて欠けている点ですね。ここはですね、もし欠けてしまうとですね、スライドストップがかからないとかですね、見た目も悪くなるので、ただスライドストップかけないことはできないと思うので、ちょっと残念な点かなというふうに思います。あと私的に気になったのは、このスライドを引くとですね、わかりますかね、このインナーバレルが出っ張ってるように見えるんですね。でここまで出っ張るのかなと思ってですね、東京丸いのもですね、出っ張ってはいないんですよね。ほらこんな出っ張っちゃってるんですね。なのであんま打ってる時には全く気にならないのかもしれないんですけど、ちょっと気になりました。あとですね、なんか変な点ばっかりで申し訳ないんですけど、チャンバーが上に結構出っ張ってる感じがしてですね、残ってて出っ張ってるんですよね。そういう引っかかりが悪いのかどうかちょっと分かりないですけれども、結構こうやって見てもですね、上に盛り上がってるんですね。で丸いのは逆にへっこんでる感じもするので、なんかちょっと違和感があって、これどっちが正しいのかちょっと分からないですけど、そういうような感じがしました。ただですね、この見た目非常にですねマットブラックというんですかね、非常に仕上がりはいいなというふうに思います。やっぱりグロック18のこのコンペンセーターとですねマグナポートの穴、これ非常に見た目がかっこいいかなというふうに思います。はい、ウンマレックスのですねグロック18ですね、実写はですねもう非常に圧巻ですし、気になる点いくつかありますが、ただ見た目というかですね、そういったところもですね、刻印類もしっかりしてますし、実写と見た目、これは非常にいいもんじゃないかなというふうに感じました。やっぱりグラック18はですね、一丁持っていても損はないかなというのを改めて感じました。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。